ジ・アイアン・メイデン。なんだ。昔々トランシルバニアに一人の美しい貴婦人がおられましてな。貴婦人は無慈悲な老いによって己の美貌が失われることをひどく恐れていたそうにございます。それを見かねたドゥルコなる家事師が貴婦人への崇敬、惨憺、狂恋、思いのすべてを込めて一両の剣を打ち上げました。その剣こそこれなるバートリーでございます。嘘だろ。竜騎兵隊が全滅。たった一人に。あら、そういえばあなたが残っていましたね、ヘイさん。ご心配なく、今日はもう満腹です。このバートリーは貴婦人のための剣。武骨無粋のフルプレートにするわけにはいかず、このような仕立てになっています。当然ながら剣としての能力はほぼ皆無。機構はできず、耐機能の強化もしてくれず、防御力さえろくろくありません。けれどただ一つ、アウトローの性能だけは卓抜するものがありまして、相手が武者であろうとお構いなく鋼鉄の守りも突破して吸血する。生命力を剥奪しユーザーのものとする。その結果、まあこのようになってしまうわけなのです。ああ、私ったら年がいもない姿をお見せして、本当にもう恥ずかしい。お若い方にはきっと刺激が強すぎたのでしょうね。悪いことをしてしまいました。ま、それはさておいて、こちらは片付いたようですね。あとはお嬢様、どうかご存分におやりなさいませ。今よ、ミド、あと一手。いいよ。大鳥中将に申し上げる。繰り返しになるが、
当方は争いを求めない。また閣下、国氏殿下、大鳥家ご当主、このいずれの方に対しても害なす意志を持たない。当方は一身上の都合によって大鳥邸の床を汚したのみ。使用を済ませ次第直ちに退散するとお約束する。どうかそこを通されたし。救助！大鳥中将、言葉はこれで最後だ。次を土地にて使わせる。道を開けられよ。無言は拒絶と受けたまま。いかに。いや、なし。中将。いや、なきゆえ、こうさせてもらう。ゲローが半端なところで手を緩めるから。返す言葉はないが黙っておけ。底なしのたわけめが戦場の心得すらまともに知らぬか。貴様など太刀の錆にするのも業腹だが、生かして返すのはなお許せん。大和の未来を占う大礼にその愚劣さで踏み込んだ罪、血という血を巻き捨てて償え。重ねての問答は無用。これ以上俺にいらぬ時を。あなたは聖堂の武人ではないな。
幻惑の妖剣、重傷の偽装、そして脇差しを足で操る手妻。一つ限りなら、非常の備えとしての裏技かと特進もゆく。が、三手、中将、あなたは、みだりに舌を動かすなよ。港とやら。そうだ。俺は元来、そういうものだった。己の境遇に何の不満もなかった。大鳥の先々代、時春様の御ため、どのようなおでえでもこの身に受ける覚悟があった。だが、愚かな先代が全てを壊した。奴のせいで、俺は本来の役目を失い、ばかりか、先々代のご意志を遂げるため、不尊にもあのお方の身代わりを務めるほかなくなった。貴様などにはわかるまい。影に潜むべき己が表に現れ、天津さえ忠誠を誓った主君の職傷を犯す。この恥辱、この自虐、この自得。笑うがいい。そうだ。その通りだ。坂しくも貴様が看破した通り、笹川中将と奉られるこの身は、核のごとき影人に過ぎんのだ。隠れみ。いや、よく見ろ。光を透過させているのではなく、鋼鉄の色を周囲に溶け込ませているのだ。一種の擬態。保護色だな。なるほどね。ガッサン三期組よりはマシかしら。さて、どうか。ネームレスのようだな。厄介な力を使ってくれるな。私の耳と肌には反応あり、こちらには何の影響も及ぼせないみたい。けれど、ならば、いっそ。
エンチャントエンディング。流れ集う。
ミドミド、ねえ。相打ちだったか。ええ。こっちも思いの一つもらった。バットを一瞬早く打ち込めたのが幸いね。それでいくらか威力を殺せたんでしょう。敵機はこの近くには反応なし。あちらも豪快に飛んでいたみたいだけど、探す？まさか。村正、宣告の位置と現在位置双方を確認しろ。階段への道筋を調べ直す。そんなことをしなくても大丈夫。後ろを見て。ミド。ああ。平気だよ。そんな心配しなくても。ま、アバンガードってとこ？アホみたいなコストかけて何の意味もねえもの作っちまったって思えば、ほんとそうだしね。バーベルの塔だ。神を目指した夢の慣れの果てだ。ここにはもう何もない。終わっちまったんだから。何もない。神は来たらず。世はなべてこともなし。何が足りなかったのかな。勇気かな。友情かな。やっぱ愛かな。考えてみればこの世界のあらゆる問題って愛があるとわりかし適当に解決するよね。お兄さん、やっぱあんたをほっとくんじゃなかった。捕まえとかなきゃいけなかった。なんでそうしなかったかな。そうしとけば楽しく過ごせもしたのにな。当ての愚痴だけ聞かせてちゃ悪いか。さあ、本命の方へどうぞ。愛を語るなりお別れするなりお好きに。
気づいてなかったかな。それとも全力で現実から戦略的撤退？お兄さん、ダメだよ。ちゃんと見て。最後なんだから。ミド。これは、この人は、カカ様。届かなかったんだ、あの力。地上最大の破壊力を食い尽くすには完全な飢餓呼吸が必要だったけど、そこまで届かなかった。なんか足りなかったんだ。やっぱ愛かな。愛なんだろうな。さてと、じゃおしまいにしようか。お兄さんは早いとこ逃げて。なんとなくで言うけど、まだこの世にやり残したことがあるんじゃない？ここにいると巻き添え食うからさ。おい、村正。しっかりしとけよ。文字通りの鋼の心で、捨てが平静じゃない時に支えてやるのも、剣の仕事だろ。外へ引っ張っていってやれ。あなたはどうするの？ほっとけよ、カビくせえ骨董品が。こっちの始末はこっちでつける。あなたは。やかましい。とっとと行け、正国。おめえも主人のいなくなった世の中に興味なさそうだよな。一緒に行くか？その力、八大地獄の炎が最後に欲しい。世界の全てとはいかなかったけど、だったらせめて当てくらいは灰も塵も残さず消し去りたいから、やっちまえ、トータヌキ！しのぎ、引けない、ミノ！正気でいられないのはわかる。忘れろなんて無茶は言わない。でも今は動いて。苦しむのも狂うのも後。逃げるのよ。かなえ様がなされたのか。家ごと焼き尽くしてしまうおつもりだ。ダメだ、召喚できない。退避しろ。修造閣下はいかがされたのだ。外縁警備の竜騎兵隊はどうした。なぜ救援に来ない。これが天罰ってやつか。もうやだ、俺はごめんだ。
俺はもう逃げる。おい待て、勝手に持ち場を離れるな。火の手がこっちに。親方様、いかがいたしましょう。退避した方がよろしいのでは。閣下、そのお怪我は。構うな。しかし早急に手当てをなさいませぬと。構うな。花江さん、終わりの日だよ、シシ君。お前が必死こいて支えた大鳥は今日で最後。これでおしまいだから採点してあげる。大鳥シシ君、お前の忠義と精神、献身と苦闘は全部無駄だった。お前の名は単なる反逆者、単なる圧政者、単なる虐殺者として歴史に残る。そうしてほしいなら私がここでお前を殺してやる。それともお前が私を殺す。最後ぐらい希望を聞いてやったっていう。さらば、いずれも花江様のご慈悲、まだこの身には過ぎたる栄誉が心得まする。まだ終わってはおらん。まだ国氏殿下は脱出なされている。先ほど確かに洛王人の者が知らせてまいりました。親方様にご避難いただく手はずも整っているとのことです。車と護衛の者の用意が裏手に。そうか、ならばよし。花江様、お聞きの通り心苦しき次第なのでご足労をおかけいたします。シシ君、終わりではございません。大鳥の大和の未来は決して水泳などいたしませぬ。この死しくある限り。ミド、気配が消えた。今。終わった。ほう、中将閣下。親方様もよくぞご無事で。よもや参られないのではと案じておりましたぞ。これより指揮所を移す。2機は車に登場。花江様をお守りいたせ。他の者は寄港し、敵襲に備えよ。地上空中を問わず、不審な影あれば即座に攻撃。俺の指示を待つ必要はない。承知か。はあ。任務了解。直ちに布陣いたします。親方様、お車へ。学のね。なぜかような時に。どこから？ああ。姉さん、貴様か。
叶え。俺を殺すのか。あくまでも復讐のために貴様は俺を殺すのか。俺は国家の命運を背負っている。貴様はどうだ。復讐以外に何がある。何もあるまいが。正義をもって大義を滅ぼそうというのか。許されん。貴様一人のくだらぬ復讐心に、くだらぬ復讐劇に俺の神命を捧げんぞ。それでも頂戴します。いかなる義をもってだ。義なんて別に。ただあなたは復讐をくだらないという。本当に？くだらぬわ。大義と引き換えにする価値などあろうはずがない。そうならそのくだらなさを私に教えなさい。あなたの命で。貴様は貴様は同じだ。あの逆とどこぞのメス猫と交わって貴様を産ませたあの恥知らずと何も変わらん。あやつもそうだった。目先の生じばかりに心をとらわれ、ついに対局というものを見なかった。民を死なせぬためと言って戦を避けた。だがその決断が国家の将来を闇に閉ざし、いずれ戦に10倍する苦しみを人々に与えるということがどうしてわからんのだ。一介の市民であれば優しさと称される特質が王者の心に備わるとき、それは惰弱とそしられる悪徳に他ならない。貴様の父はそんな道理さえ知らなかった。救いようのない愚物、笑う他にない無能。挙句に貴様のような狂犬を世に放った。貴様の父こそ俺の人生を呪った張本人。いいな。貴様の父は大和の命運を呪った。あの男は生まれてくるべきではなかった。生まれ落ちるならせめて一匹の虫けらであればよかったものを。シシク。ああ、仕方もなかろうよ。神の不手際に文句をつけても始まらない。俺の手で始末をつければよいことだ。親子二代、俺が面倒を見てくれよ。貴様の父親は寝床を襲って殺してやった。何も知らず、何も気づかず、あのアホは芋虫同然のふさわしい惨めな死に方をした。
様もそこで羽虫のように死ぬがいい。たわけ車線は見切った。血脈をここで断つ。父のもとへ行け、かなえ。しく。
影明様、よろしくて。あなたに対して閉ざす扉などはありません、大尉殿。それに折もよかった。こちらから伺おうと思案していたところでした。
お寒くありませんの？さほどには。新鮮な空気の心地よさの方が勝ります。そうですね。自然は本当に素晴らしいところですから、ここは。他には何もありませんけれど。ない方が良いのです。何があっても景観を損なうでしょう。長倉王は良い場所に別荘を建てられた。1週間屋根をお借りしたものとして、ご趣味のほどに称賛の言葉は惜しめません。思考が似通ってらっしゃるのかしら。長倉のおじい様もこの山荘はお気に入りで、毎年春と秋には1週間ほどここで過ごされます。でもこれから当分の間はその習慣もお預けでしょうね。ご多忙なのですか？表向きはこれまでと何も変わらず悠々自適に暮らしてらっしゃいます。けれどバーヤが言うにはどうも裏でせわしなく動いているらしいとのことで、多分大鳥家に花江の周辺に介入しているのでしょう。あのおじい様、昔から私より妹の方にご執心でしたから、大鳥家を立て直そうと奔走している花江の支えになってくれているんだと思います。きっとあの子には気づかれないようにしながら。もう結構なお年なんですもの。好き好んで苦労を買い込まなくたっていいでしょうにね。好きでする苦労ならお辛くはありますまい。無理をなさらないか。それだけが懸念です。体の限界は得てして唐突に訪れるものですから。ええ。そのあたりに気を配れる人間がおじい様の身辺にいるといいのですけど。誰かとは言わず、大尉殿がなされればよろしいと存じます。え？大尉殿とて妹君の力となりたい気持ちにお変わりはないはず。長倉王の下で共に働かれてはいかがか。さすればあのご老人も肩にかかる重みを減らせましょう。差し出口ながら、そうすることが最善であろうと自分には思われます。私は単なるパウダーマニア。今あの子やおじい様のそばへ行っても無駄飯食いの場所塞ぎになるだけでしてよ。そのようなことは決してありません。買いかぶりはなさらないで、影明様。いえ、大尉。自分は知っています。覚えています。大尉殿、あなたは昇進の貴族であられます。民草を導きという傲慢なる統治に正当な資格を持って臨むことのできるお方です。あなたの存在が大鳥家、ひいては会津の人々の暮らしに益しない道理がありません。疑うべくもないことです。大尉殿、あなたはこんなところで足踏みしているべきではない。
港景明の始末をなさってください。そして一刻も早くあなたの力が必要とされている場所へお戻りを。そんな生き方も考えはしました。けれど大尉、何を。明日ですからそれまであなたは私のものです、景明様。じっと見られるのはあまり。周知は、なぜ醜いと思っておいでですの？この傷が。ええ。傷跡は言うなれば生きた証。恥じるものでも醜いものでもなくてよ、景明様。尋常に生きた方であれば、大尉、おっしゃられる通りです。傷跡が生きた証なら、港景明の傷が示すものは、まさに崇高。恥じるほか術がありません。
この一つ一つに涙の味がします。嘆きの味が。それは至極当然かと。分かってない。影明様は間違ってる。それでは一人足りないのに、どうしてお分かりにならないの？